こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新森です。新森さん、はい。ボックスのノウハウが溜まって仕方がありません。はい、ということで、初期導入費用をなんとこの度2025年10月から77万円でご提供させていただこうと思いまして、私株式会社フライク代表取締役の大滝は決意をいたしまして、はい、今日のこの動画に臨んでおるわけですけど、はい、今のお気持ちをどうぞ。ラッキーセブンですね。確かに。ありがとうございます。なんでこのボックスをお勧めしたいかっていうと、やっぱ企業の情報資産を守りたいんですね。ドライブとか、ボックスとかはちょっと弱いんですよ。なるほど。やっぱね、机と椅子が学校にあるのと同じで、企業にはボックスがあってほしいっていう理由で、いろんな企業さんに導入してもらいたいので、もっと安く導入をしたいっていう意味合いで、2つプランを用意してきました。今日は2つのプランを用意してきてまして、1つ目はボックス初期設定代行プラン。低価格、単納期で安心して導入を、私たちフライクのエッセンス、ノウハウをしっかりとエンドユーザーさんにお届けしたいなっていうふうに思っているプランが1つ目。2つ目は、ほんとお金ないっちゃただ机と椅子は欲しいっちゃんねっていう企業さんは、これまでね、全部断ってきた。自分たちで導入すると、ろくなことにならん。だけどね、きっかけとしてやっぱりいると思うんですよね。なので、2つ目、ボックスのライセンス単体購入を10ライセンスから受け付けることにしました。我々フライクは20ライセンスしか受け付けてなかったんです。なぜならば、ちゃんと企業全員が使ってほしいっていうのと、中堅企業向けにサービスをしたからです。ただ、このボックスは中小企業にも届けたいっていう気持ちで、ボックスライセンス単体購入もできるようにしてます。ただ、自分たちで導入するときでも、しっかりとこの初期設定はしてもらいたいですし、私たちフライカー77万円のプランでするときには、この5つのポイントをしっかり伝えていきたいと思っておるので、今日はこの動画にギュッギュッギュッって圧縮袋で布団がこんぐらいになるぐらいかのようにお話をしていこうと思ってます。はい、成果は努力で作られる。早速スタート。では早速ボックスの深いお話に入っていきたいと思うんですけど、なんで伝えたいかっていうと、もう冒頭でも何回もお伝えしたように、学校には机と椅子があります。黒板もあります。なのになんで企業にはボックスがないのかねと、僕は思っております。フライクにボックスがなかったらリモートワークもできんし、このパソコンの中にデータも入れっぱなしにせんといかんし、セキュリティはどげんかせんといかんと。ということでボックスを入れてほしいと思っているので、今日のこの動画では自社の力でボックスを導入したい方、コストを抑えながら効率的に導入したい方、そして3つ目、信頼できるパートナーと一緒にボックスを導入したい方に届けていきたいなっていうふうに思っております。では、はじめに大好き結論から言っちゃいましょう。5つのポイントがあるっちゃん。はい。そのポイント5つあるけど教えてくれんねん。フォルダ構成を決めるっちゃん。ユーザーグループ設計をするっちゃん。共有コラボレーション範囲設計をするっちゃん。エンタープライズ設定ばするばい。セキュリティアクセス制御ばしてくんだはいということで。それ何弁？いやちょっとちゃんって私言わないんですよ。そうだよね。はい。熊本やもんね。無理だと思ってちょっと4から変えました。フォルダー設計を決めるのところなんですけど、これ細かい話は省こう。簡単に言うと、公開範囲のレベルをまず決めないといけないので、全社で共有するオープン型か、部署チームで共有するか、それがセミオープンね。特定のメンバーのみで閲覧できるクローズドの設計のこの3つの入り口を決めないかんとですよ。はい、ただね、どの企業も左にしてるんですよ。何も考えずに。何も考えずにオープンにしませんか？ダメですよ、ダメ。なので、セミオープンにするかクローズドにするかまで決めないといけないです。それを決めた後に、第1階層、第2階層、第3階層って、何をフォルダの設定をするか、何を移行するかっていうのを決めなくちゃいけないんです。第1階層は、社内共有フォルダがいいんだっけ、個人フォルダがいいんだっけ、外部共有フォルダがいいんだっけっていうのが、まず決めることです。その後、第2階層、第3階層に、どういうフォルダ構成を持ってくるかっていうのを決めなくちゃいけないんですよね。これをまず初めにしてください。続いて、ユーザーグループ設計なんですけど、誰がどのフォルダにアクセスできるかを決めなくちゃいけないんですよね。じゃあ、山田太郎さんっていう風な方がいらっしゃった時に、まずユーザーの設定する時に、会社のルールとして山田太郎という漢字でいいのか、英語でいいのかって実は表示アイコンが大きく変わってくるんですよね。なので、どういうふうにユーザーを設定したいのか、
とかっていうのを決めなくちゃいけないですし、あとはメールアドレスとか山田太郎でアットマークメンションをかけることがあるので、どっちの方がやりやすいかっていうのを決めなくちゃいけないっていうのがまずここです。で、あとは外部コラボレーションの権限を持たせるか持たせないかなんですけど、外部コラボレーションっていうのはその名の通り外部にフォルダーをもしくはファイルを見せるっていう風な権限なんですが、誰でも見せてもいいのか、グループメンバーのみなのか、管理者のみなのかっていうところの設計をしなくちゃいけないんですね。それをグループ単位で決めることができるんです。なのでグループに所属する人だったり、プロジェクトに所属する人っていうのを決めることができるので、ユーザーを決めた後にはグループの設計をする。で、グループの設計にコラボレーションをどうするかっていうのを決めていくっていう風な、この3段階で設計をしなくちゃいけないのがユーザーとグループ設計。これをしていない企業も多い。なので、ただ NAS サーバーだったりとか、Google ドライブ、ドロップボックスから移行すればいっちゃんっていう人は、1と2をやってなかとよ。これは難しそうですね。でしょ、はい、これを77万でするフライクの優しさね。本当に。ラッキーセブン。あ、でも税抜きですけどね。で、3つ目が共有コラボレーション範囲の設計っていうことで、先ほどの話と重複はしますが、コラボレーションの設計をしましょうっていうふうなことで、範囲を、どこのフォルダーを誰までに権限を与えるかっていうところを決めなくちゃいけないんですね。ボックスはウォーターフォール型って言って、親のフォルダーに編集権限も与えたら、子フォルダーも編集権限になるので、一番上のフォルダーに外部の人に公開でリンクに送ったら全部丸裸になっちゃうので、ちゃんとこの共有リンクの範囲の設定はしましょうねっていう風な意味合いで3つ目にしております。なので、とりあえず全員に共有とか、リンクをフルオープンっていうのはナンセンス。なので、一番初め初期の段階で誰にどの情報をどの方法で共有するかっていうルールを決めておきましょう。そして4つ目、ここから忘れがちです。ボックスはね、単体で使うサービスじゃないとよ。いろんなサービスとの連携ができます。なので、それをどのプロダクトを使うかっていうのを管理者は決めなくちゃいけないんですね。まず、ボックスの中でも、ボックスエディット、ボックスドライブ、ボックスシンク、ボックス for iOS、Android、モバイル向けサイトってたくさんあるから、これをオン、オフ、使う、使わないの決定もしなくちゃいけないし、あとはサードパーティー製の情報ですね。セールスフォース、スラック、クラウドサイン、ドキュサインっていう風なところも決めなくちゃいけないので、まずエンタープライズ設定で何のアプリケーションを使うかっていう風なことを決めなくちゃいけないです。あとは最初にボックスを使うのか、iWork を使うのか、Google ワークスペースを使うのかっていうのを決めないといけないので、会社がどのツールでドキュメントだったりパワーポイントを作成しているかっていうのを決めなくちゃいけないです。多くのお客さんはオフィスを使っていることが多いと思うので、オフィスをオンにすることもあれば、我々クライクは Google ワークスペースも使ってるし、オフィスも使っているので、両方ともオンにしているみたいな環境なんですけど、これしなかったらただの保管場所になるので、めっちゃもったいないんですよ。この設定をすることが重要です。最後、セキュリティとアクセス制御なんですけど、これはシングルサインオンとか IP アドレスの設定をするかどうかっていうところなので、より中堅企業寄りの内容なので、中小はあまり使う必要はないかなと思ってるんですけど、よりセキュリティを強固にしたいっていう企業さんは、ぜひこの設定もしてみてください。ここまで、シンボリさんは自分で設定できそうでしたか？無理ね、なかなか難しいじゃないですか。我々フライクは多分ね、ボックスフライクになってたよ。多分20社ぐらいこれ導入してきてると思うんですよね。なので、パートナー企業に任せるべきか、自社でするべきかっていうチェックポイントを作ってみたんです。まず1つ目が、情報システム部門があって、専任のボックス管理者を配置できる。ボックスに精通した人材が社内にいる、または専門的な教育を受ける予定がある。3つ目が、理想的なフォルダー構成やボックスの運用設計を自ら描ける。4つ目が、社外共有のルールやガイドラインを自社で策定できる。5つ目は、他システムとの連携や業務効率化を自分たちで設計できる。1つでもチェックがなければ自社で進めるのはリスクがあるなと思ってて、5つ全部チェックできる人たちは自社でやった方が早い、安い、うまかろう、吉安みんな大好き。あ、すき家派ですか？いやー、どっちでもいいですかね。なるほど。僕自分家で作ります
っていう感じで、仮にフライクに任せるっていうことになれば、ボックス販売代理店パートナーに設定を依頼するんですけど、そのメリット3つあって、短期間安心確実に導入できる。2つ目は、他の業務システムとか連携や業務効率化まで見据えた設計ができる。3つ目は、セキュリティ要件を満たした最適な環境を構築できるっていうのがあります。じゃあ分かったと。初期導入はパートナーに任せようと。じゃあ、ライセンスどっから買いますか、っていう話なんですよね。ライセンス購入する方法は、この日本国内で使うっていう場合に限り、2つあります。公式ホームページから購入する。これが一番安くてすぐに利用できるし、確か3ライセンスから使えるはず。ただ、サポートは英語だし、もう時差があるから、やり取りは夜中とか朝方とかになっちゃうけど、一番安い。で、あと、ボックスジャパンもエンドユーザーからすぐ購入することはできないので、代理店から購入するしか方法がない。その時には日本語でサポートを得られるケースが多い。ただね、販売代理店になってても、ライセンスの販売のみで問い合わせ、サポートは全然受け付けませんっていう企業さんもおるので、注意してね。じゃあ、ボックス正規販売代理店、サポートが手厚いフライク社を選ぶと、この3つあります。ボックスの初期導入や運用サポートを受けれる。2つ目、ボックスに限らず他の業務改善 IT ツールの相談もできます。3つ目はライセンス追加や削減や各種サポートを日本語で一括対応します。そんなメリットがあります。なので、ぜひフライクに問い合わせをしていただきたいんですが、フライクの支援メニューをご紹介していきましょう。今日の目玉です。ここまで聞いてくださった方にしっかりと内容をお届けしようと思っております。1つ目、ボックス初期設定代行プランなんですけど、この内容は、真ん中ですね。ボックスの初期設定費用が77万円からご契約することができます。ただ、他にもボックスのライセンスっていうのが最低でも10ライセンスいるので、3000× の10ライセンスとか、ボックス社のサポートも機能だけの問い合わせっていうのを受け付けることができるので、そのライセンス費用も入れて、約ですね、114万7280円の税抜きが、今回この初期設定代行プランのミニマムの費用と思ってください。そして、なんとですね、トレーニングもします。なので、トレーニングは動画で撮ってください。その動画で撮ってもらった内容を半永久的に使ってください。いつまでしか見ちゃいけませんよなんて、そんなせこいことは言いません。意外とありますよね。ちゃんと使えるまで使ってください。気をつけてほしいところが対象外なんですけど、アクセス制御の設計だったりとか、データ移行とか、ボックスの上位プランで使うことができるガバナンスとかシールドっていった機能は今回は対象外にしております。そしてボックスのライセンス単体で購入したいっていう方もいらっしゃると思いますので、その時には10ライセンスから購入することができまして、初年度の費用は42万7280円からとなっております。なので、この2つのプランを我々フライクが10月の1日からお届けしてまいりますので、ボックス使ってみたいな、ちょっと自分たちで導入しちゃったけど、フライクさんにサポートしてもらいたいなっていう方は、ぜひこの内容を見ていただいて相談をしてください。私たちフライクが丁寧にご説明をさせていただきたいなと思っております。どうでした？今日の説明を受けてみて。いやー、ボックスってやっぱ案外難しいイメージもありますし、なんかすごく私英語のイメージがあるので、導入ちょっとなーって思う企業さんが多いのも、あるあるかなと思ってます。ただ、御社に100万ちょっとぐらいで導入ができちゃう。そして安心のサポート。かっこいいということで、なんかすごくなんかいいなって思ってくれる企業さんも多いのかなと思うので、どしどしお問い合わせお待ちしております。待ってます。では、今日の動画はここまでということで、ボックス初期設定代行プラン77万円から申し込むことできますので、ぜひ皆さんのお問い合わせをお待ちしております。次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。